へえ。トン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 。あ、そうやるんですね。はいこれが本当釣りの贅沢ですよね。そうですね絶対ね、これをね。いやー、本当素晴らしいです。じゃあちょっとこれは冷やしときます。唐揚げを作っていきます。いや、本当刺身を日本酒で、そして唐揚げとビールでなんてもうたまりませんね。たまりません。そういうこと本ばっかりちょっと考えてしまいますよ。本当。当。釣る時からいいよだけですね。あ、唐揚げ上がってきた。そうそう。刺身が。刺身上がってきた。綺麗な美味しそうな。そうですいや、ね。本当綺麗に、本当ね。こんな感じで一応ざっと水分ここの場所で取っとくのが大事ですね。火が通りやすいように、いくつか隠し包丁を入れときます。僕の場合はもうさっきの3枚おろしと一緒、背中側に切れ目を入れちゃいます。で中骨を残す感じ、3枚おろすイメージでちょうど真ん中ぐらいまで。あ、それいいですよね。やっぱ中もなんかね、やっぱパリッとこういけたら。そう。この一手間で骨までいける意見が変わってきますんで。ちょうど油も温まりましたね。全部やっていきます。でもね、火が立っとる方がもうちょっと身が弾きが抑えられるから、もう今ねパッツンパッツンなんで、まあ釣れたてならではですけどね。いや、めちゃくちゃ立ってる。はい。もう煮つけたらパリッとね。そうそう、身が割れちゃうパターンですね。こんな感じで全部ね。パッと。もう中骨もこれでね、いけそうですね、これね。はい、じゃあここまで来たらまずはね、下味をつけていきます。簡単に塩コショウですね。この今の切れ目のところ中に入れてある感じで。で、お腹の中も。いいですね、いいですね。こんな感じですね。この塩コショウを見ただけでまたビールが頭に浮かんでもういう感じですね。で、今度ここに片栗粉。はい、片栗粉ですね。片栗粉を準備したんで全体にまぶしていきます。そんな分厚くなくてもいいんですけど、まあ全体に絡むように。あ、一つ忘れてました。大事なことを忘れてました。まあ塩コショウしちゃったんですけど、ちょっと順番あれですけど、頭が硬いんですよ。なのでこの頭の骨をレバーの背中で割っちゃいます。トン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 。こんな感じで。ああ、これすると食べやすくなりそうですね、これね。このね、一手間が結構大事です。これ今このままでこんな硬い状態。それをカン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 こう平べったくなる。こんな感じで。はい。あ、これ重要かもしれません。そうです。これ大事です。これで頭がバリバリ美味しくなると。そうです。でさっきの腹骨すいたところ、うまそうですね。押しておきます。はい、揚げていきます。今ね、だいたい油の温度180度まで上がってます。最初はちょっとゆっくりしたいね、170ぐらいでもいいかな。まあ魚入れたら温度下がるんで、結構ね、どの程度この形のままどの程度時間上げたらいいかでちょっと気になるところではありますね。ですね。で大事なのは、さっき叩いて割った頭、大事なこと。頭が時間がかかっちゃうので、まずは、頭だけを上げていきます。
この状態で出てきます。あ、そうやるんですね。結局ドンと入れちゃうと、身がパサパサになっちゃうんですね、上がりすぎて。でここで頭をしっかりと上げることが大事です。で油跳ねが怖いかもしれんけど我慢してもらって。これはやっぱね、男の料理ですね。そうですね。頭開けるとかでヒレがね開いてきますから。だからかっこよくなるんですね。ドボンと入れちゃうと、もう入れた時の角度で。そうそう、ヒレがどうやってんのかなと思って、こう立ててるのかなと思ったら、そういうわけじゃなくて、この作業の時にヒレが開いていて、あとはこの後の工程で折らないように丁寧にやっていくと。結構長いことしますこれ。頭だけど。頭ね、しっかりと。はい、じゃあこれでいいかなっていうところから落とし込んでいく。重ならないように頭を半分半分。せっかく綺麗なヒレもね、なんか極力折りたくないからね。で、ちょっとじっくり上げる。で、この時に目玉があると弾く原因になるんですね。ブクブクしてる皮のこの大きさがもうちょっとちっちゃくなるまで上げていくとある程度上がっていく目安になるんで。これは料理チャンネルじゃない釣りチャンネルなんですが、めちゃくちゃ美味しそうな映像が、絶対に釣らせる男のつくんが料理をしてくれています。今日釣ったばかりのカサゴを今揚げて唐揚げ、これをどう見ても美味しそうですけど、ちょっとずつ角度を変えていきます。これも極力丁寧にやりたいですよね。そうです。それでね、せっかくのキレが。また今日のは大きいですし、大きいからやりにくいものと思いますね。これで今裏返したんで、またこれでしばらく揚げていきます。裏表なので、ここでこのさっきのハラミ部分ですね、刺身のうちのこれがすぐ上がる。これで一回揚げちゃいます。一回揚げるんですね。これで完成というわけじゃないです。二度揚げするので、一回酸素に触れさせて休ますとカリッと揚がりやすくなる。ちょっと休憩させます。高級料理店になってきました、映像が。これがね、前回ダイソーさんで紹介したそういうね、油切り蒸しとか。でこれにうちはもう1匹ずつ盛り付けて1人ずつどうぞとやっていきます。やっぱじゃあ今180度に上がってきたので、2回目をいきます。じゅわっていかんかったね。だいぶ落ち着いてた。シートとかいい形で抜けて。はじきがね、ちょっと温度上がったと。さすがのスプーン、ちゃんとこの開いたヒレをちゃんと温存しながら。意外ともっともんですよね。すごいですね。すぐ折れそうな感じなのにね。
最初に頭だけつけて根元を開かす。あれが重要ですね。とやっぱここが切れてない。ああ、切れちゃうともっとベロンってなあ、はいはいはいるはいはから残りにくいですよい。そねの。形の意味でも、あそこを残しておくことは結構いろんな意味があると。そうですね。上げていきます。かっこいい。かっこいい。この唐揚げの匂いもまたいいしね。いいですね。なんなんでしょうね、甲殻類っぽい匂いもしますよね。そう。まああんだけカニ今日のね、食ってましたね。結構食ってました。バケツ最後洗うときに、カニがね、5、6匹下に吐き出されてたんで、こいつらカニ食いまくってるんですね。食いまくってますね。だからカニみたいな甲殻類の味がするんですよね。こんな感じで、最高です。唐揚げの出来上がりです。いや、息子、はい。最高です。最高です。風早ファミリーフィッシングみんなで笑顔瀬戸内海で船釣り笑顔がいっぱい風早ファミリーフィッシング幸せいっぱいのつくん最高だな